こんにちは。今回はイギリスゴム編みを輪針で編みます。このイギリスゴム編みは普通の一目ゴム編みの倍の厚みができますので、暖かい編み地になります。編み方を編み図で説明します。編み図で説明します。この編み目の記号は掛け目の編み目記号ですが、3段目まではまだ使えませんので、1段目と2段目を説明します。1段目は作り目です。作り目を今回は40目プラス1目を編んで41目を作ります。2段目の編み方はこの下だけを見ます。表編み、裏編み、表編み、裏編みを繰り返して最後は裏編みです。ここまで編んで3段目以降はまた後で説明します。今回は極太ゲートを10号の輪針で編みます。最初の作り目は一般的な目の作り目です。この作り目をするときは、輪針の1本に普通の棒針を1本入れて作り目をしています。そして棒針の方は抜いて、ここから編み始めます。40目の作り目にプラス1目をしたのは、輪にするときに1目を重ねて編みますので、プラス1目になりました。ここから2段目の表編み、裏編み、表編みを編みます。この時に輪にする時に目を重ねますので、輪針の使い方としては、途中のざっとしたこの部分をこのように伸ばし、次は適当なところでいいですから、ある程度のところでまたここを広げます。そしてこの針まで目を持ってきます。このような状態にします。この時、この目がねじれたりしてないように確認してください。そして糸がついている方を右側にします。この状態で編み始めます。最後に作った作り目を左の針に移します。ここでマーカーをここにつけます。段の境目がわからなくなりますので、マーカーをつけておきます。マーカーをつけてから、今、左に移した目と、最初に作った作り目を、2目を一度に表編みにします。糸を引いてください。こちらの糸も少し引き気味にして、これが2段目の最初の表編みです。次は裏編みです。今回はフランス式で編みますので、裏編みはこのようにフランス式の裏編みをします。次は表編みです。表編み、裏編みを繰り返します。この2段目を間違えると後が大変ですから、この2段目だけは間違えずに表編み、裏編みをきちんと繰り返してください。今、裏編みを編みましたので、次は表編み、次は裏編みと繰り返して表裏、表裏、表裏と編みます。にも表裏、表と編んで、ここで表編みを編んだことを覚えておいてください。次にここまで編んだら輪針をぐっと引きます。
ちらの編んでいる方を引いて、目を左の針に移します。この時も目がねじれないように気をつけてください。ここからまた編み始めます。最後が表目でしたから、次は裏目です。裏編みを編んで、表編み、裏編み、表編みと繰り返して編みます。裏編み、表編み、裏編み、表編みと繰り返し、ある程度右の針に目が溜まったら、またこちらの目を引きます。これが輪針の良いところです。こちらまで引いて、またこちらの右の針で編み始めます。最後の目が何だかわからないときは、こういうふうに見てください。表目が最後に編みましたので、次は裏編み、表編みと繰り返してください。ここまで裏編み、表編みを繰り返します。裏、表、裏、表と繰り返して、2段目は表編み、裏編みを繰り返して編みます。ここが最後のところになります。表編み、裏編みを編んで、マーカーを移し、次は3段目です。3段目を編み図で説明します。2段目の最後の裏編みを編んで、今ここまで来ました。次は3段目です。マーカーを移し替えて、3段目はこの編み目記号です。この編み目記号は掛け目の編み目記号です。この形ですから、掛け目をして、前段の表編みを編まずに右針に移します。これが3段目の最初の掛け目をして、表編みをした目を右針に移します。次はここです。これは裏編みだけを編みます。その次がまた掛け目をして、前段の表を右針に移す編み方です。次は裏編みを普通にします。これを繰り返して、ここまで来ます。最後は裏編みです。次は3段目です。3段目の最初は、ここで掛け目をします。掛け目は、針を糸の向こう側から入れて手前に持ってきて、このままの位置で表目を掛け目をします。これで2本の糸がかかりました。次は裏編みです。普通にここは裏編みにします。最初の目が緩くならないように引いてください。次は表目です。表目は掛け目をして、この目を指で押さえて、このまま表目も右針に移します。掛け目をした目と表目が右針に移りました。次は裏編みを編みます。この繰り返しです。掛け目をして、この糸を押さえて、この状態で
表目を右側に移します。次は裏編みをします。掛け目をして、表目を右に移し、裏編みを編みます。これが3段目の編み方です。掛け目をして、表目も一緒に右針に移し、裏編みをします。掛け目をして、そのまま表目を拾って、指で糸を押さえて右に移します。次は裏編みです。この編み方を繰り返します。3段目は裏編みは普通に裏編みを編みます。掛け目をして、そのまま表目を拾い、右針に移し、裏編みをします。これを繰り返して3段目は編みます。針もこのように引き出して、こちらにずらしながら3段目を編みます。3段目の最後のところです。最後の表目は掛け目をして、そのまま表目を右針に移します。次は裏編みですから、このまま裏編みをします。裏編みのところはずっと裏編みを編みます。最後は常に裏編みで終わります。次の4段目を編み図で説明します。マーカーはこちらに外しておきます。4段目の編み方を編み図で説明します。今3段目が裏編みで終わりました。次は4段目です。4段目はここから始まります。この編み目の位置は今度はここになりますので、この時は表編みを編みます。ここで表編みを編みますが、前段の掛け目があれば一緒に編みますので、前段にここで掛け目をしていますから、表編みを掛け目と一緒に編むのがこの4段目の編み方です。4段目は表編みを編んで、3段目の奇数段は表編みを編まずに掛け目だけをしました。4段目では表編みを編み、次の裏編みのところは掛け目をして、右針に針を移します。奇数段の時は表編みを編まずに掛け目をします。そして4段目の時は表編みを編んで裏編みを編まずに掛け目をして編みます。ここから4段目です。4段目は最初は表目です。表目は前段で掛け目をしましたので、掛け目と表目を一緒に合わせて表編みをします。これが段の最初の編み方です。ここが緩みますので少し糸は引きめにしてください。次は裏編みが出ていますが、裏編みはこの段は編まずに掛け目をして、そのまま裏目も拾い、右針に外します。次は表目です。表目は普通に掛け目と一緒に表編みをします。この編み方がイギリスゴム編みの編み方です。偶数段は裏編みを編まずに掛け目をして裏目も一緒に右針に移し、表編みは前段で掛け目をした目と一緒に2本まとめて表編みにします。次は裏編みです。裏編みは1本しかありません。掛け目をして裏目を拾い右に移します。次は表目です。表目が掛け目と2本重なっています。この2本をまとめて表編みにするのが4段目の編み方です。針を引いて、またこちらに目を移しながら編みます。
このような編み方ができるのが回りの良いところです。次は裏目ですから、ここは掛け目をして、そのまま裏目も一緒に右針に移し、次は掛け目と重なった表編みを編みます。この繰り返しです。裏編みは掛け目をして2本まとめて右針に移します。この時、指で押さえるときれいに移ります。次は糸を向こう側にして表編みを2本まとめてします。この編み方を繰り返して4段目を編みます。次は5段目です。5段目は表目が1本しかありません。ここは前段で掛け目をした目と一緒に2本まとめて表編みをしたところですから、5段目は掛け目をしてそのまま表編みを右針に移します。そして次の裏編みは2本まとめて裏編みにします。掛け目をしてあった目と裏目をまとめて編みます。次は表目が1本だけですから、掛け目をして表目を右に外します。この繰り返しです。裏編みを2本まとめて編み、次の段は掛け目をして表目だけを右に移し、裏編みを2本まとめて編みます。一段おきに掛け目をする目と編む目が変わってきます。この段は表目は編まずに掛け目をして外し、裏編みだけを編みます。掛け目をして裏編みを2本まとめて編みます。これが5段目の編み方です。裏編みをして2本まとめて編むのが5段目の編み方です。これを続けます。6段目は表目だけを編み、裏編みは掛け目をし、表目だけを編んで、裏編みを掛け目にします。この繰り返しです。偶数段では、裏編みは掛け目をし、表目だけを編みます。裏編みは掛け目をして外し、表目だけを外します。そして奇数段では、裏編みを編んで、表編みを掛け目をして外してきました。6段目は反対に表編みを編み、裏編みは掛け目をします。この編み方を繰り返して、偶数段では表編みを編み、奇数段では裏編みを編みます。そして、この編み方を繰り返すと、こちらのふんわりとしたイギリスゴム編みができます。掛け目を間違えないように編んでください。周りで編むイギリスゴム編みの編み方を紹介しました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。